よいしょ。はい、おはようございます。ちょっと先にシーアンカーを入れとこう。ここすごいな、いい景色。今日もでかい青物を狙ってこのでかいジグを使い分けていきます。こっちがライズジグの 150g と激闘レベルですね、 100g。 この間ね、やたら釣れてたこのライズジグ、おろしたてでやたら釣れたのに、その日のうちに切られてしまうという大失態をやらかしたんで、新しく買ってきました。これはライズジグ 150g のサイドピンクってやつですね。あ、落ちた。このライズジグの 150g は水平かつ不規則なフォールで魚に発見させて、この間はこうやってただ巻きからのピタッて止めた瞬間に食ってくるっていうパターンで、ほぼ入れ食いしてたんで、今日もそのパターンにならないかな。水深が34メートルに 15.9 度、水温が 15.9 度ですね。しかも今日タックルじゃなくてラインとリーダーを新調してきたんで、巻き直しました。 P ラインを巻き替えてきました。シマノタナトル2号ですね。リーダーがデュエルのフロロカーボン7号です。今こんな感じですね。海底付近にちょっとベイト反応なのかでかい魚なのか分かりませんけど、ちょっと反応ありますね。水深が32メートル。これは期待できる？さあどうかな、釣れるかな。今日は釣れると思うんですけどね。おっと違うかな。今のは一瞬根がかり仕掛けただけか。青物まだ回ってきてないかな。ちょっと平ら場でもやってみる。ちょっと根のあるあたりまで行って平ら場試してみよう。最近マダイも釣れ出してるらしいんでね。よし、ビンビンスイッチタングステンの 100g ですね。おお、来た。なんか釣れた。なんだろう、ベラかな。お、でっかいカサゴだ。うん、これは悪くないね。いただきましょう。お、まあでっかいカサゴ、中ぐらいサイズですね。20ちょっとぐらいかな。このサイズのカサゴは美味しいですからね、ありがたくいただきましょう。意外と平ら場で食ってきませんね。水深が28メートル。ちょっと深くなってきたんでジグに変えてみます。下も砂地っぽくなってきましたしね。まあ何かしら釣れるでしょ。おーっと食ってきませんよ。ベイトを探した方がいいかな。けど島の近くに寄せると結構ベイト反応ありますからね。
だからこの周辺に青物が来ててもおかしくないと思うんですけどね。やっぱりこないだ釣れたからといって毎回同じように釣れるとは限りませんね。なかなか釣れませんよ。波風なくなって穏やかになってきたぞ。これでね、魚釣れてくれたら最高なんですけどね。苦戦中。しかも満潮潮止まりかな。来た。なんか来た。お、なんか来た。なんか来た。おっと、これはなんだ。まあまあでかい。青物かと思ったけどそれほど走り回らん。デカめの根魚の可能性があるね。あ、赤旗。しかも赤旗としてはなかなかでかいんじゃないこれ。やった。お、やった。あ、いいいい、これはいいぞ。お、きれいきれい。赤旗ってあんまりでっかくならないんですよね。これいいサイズ。めちゃくちゃ綺麗だしね。真っ赤。あ、いい魚が釣れた。嬉しい。しかもこれ赤旗の個人記録更新ですね。こんなにでかい赤旗初めて。やった。これは嬉しいぞ。やっぱり青物ほど血が出ないですね。うわ、でかい。やった。これは嬉しい。よし、ちょっとポイントをまた探ろう。移動だな。さらに潮通しのいい場所に行こう。食ってきませんね。これはこの前と同じでかいジグでしゃくってても全く当たらないってことは、魚がいないのかパターンが変わったのかですよね。小魚食ってんのかな。ちょっとこれにしてみましょう。リアルジグサバヤンですね。サバに似せたジグだからサバヤンですね。ベイトが小魚っていうことなのか、ちょっとマッチザベイトを狙って 60g サバヤンに変えてみます。うまくいくかな。60g なのに意外と激闘レベル 100g より巻き抵抗が重たい。少し楽になるかと思ったら逆にきつくなった。まあでも巻き抵抗が重たいってことはそれだけ水を噛んで波動が出てるってことだから、アピール力としては期待できるのかな。ちょっと楽にしゃくれるやつにしましょう。何にも釣れないのに長時間しゃくってるてもう疲れてきた。釣れ出してからまたでかい軸とかアピール力が高いやつに変えよう。巻きが軽いといえばアラカジグよね。アラカジグの 60g ボタンブルー。同じ 60g でもこれなら巻きが軽いはず。あとアラカジグも結構釣れますからね。信頼と実績のアラカジグなんで。風収まったな。しかも結構あったかいしね。
なんならちょっと暑いしね。はあ。来たよ。うわ来たよ。止めた瞬間来た。お、強っ。荒かじ具に変えた途端でしたね。びっくりした。しかもなかなかでかいぞこれ。パラシュートアンカーを上げときます。タックルセッティング割と強めにしたんで、ラインも新品2号とフロロカーボン7号のリーダーに変えたばっかりだから切れることはないと思うんですよね。でもかかり方次第では1回荒かじ具の針曲げてしまったことあるから、やっぱりドラグを効かせてゆっくりやろう。いやこれ強いな。うわうわうわ強いな。ちゃんとフッキング決めたか覚えてないな。お、ちっちゃいイカナゴみたいなやつが飛んで逃げとる。入ってきたか。これはベイトを追って青物が入ってきたのかもしれない。針がちっちゃいから怖いな。お、上がってきた。いや強いぞ本当に。うわ怖いな。ちゃんとフッキングしてなかったら簡単に針って曲がりますからね。よし、最後の色赤になった。ラインが赤になったんで10メートルですね。もう見えてもおかしくないはずだが見えんな。見えた。うわ出た。やった、青物ですね。でか丸々したのが上がってきた。しかも針が1個折れとる。やばい。よいしょ。やった。重っ。上がらん。重い。よいしょ。おきつ。危なかったなこれ。うわでかっ。めちゃくちゃでかいの釣れた。よかった。青物がいることが分かったら疲れが飛んだわ。上げるので疲れたけど、よいしょ。こっからしゃくるのが疲れ知らずでやれる。よいしょ。なんかそこで出た。ほらね。青物だ。青物だ。目の前おる。群れが入ってきた。これは期待できる。でこうやって針曲げられてますねやっぱり。でこっちの針は片方折れましたね。こっちの針は片方折られましたね。うわやば。危な。こんなのなっとった。スナップ伸ばされるとこでしたね。危な。運が良かった。こんなになってましたわ。
これは危なかった。ラインが切れないからといってスナップの強度を考えてなかった。よし、とはいえよいしょ、はい、釣れました。すごい、これでかいっていうか太い。サイズ的には80あるかどうかですね。よいしょ、80あるかどうかですけど、いや80ないな。80ないけど、わかるかな。対抗がすごすぎる。でっか、ここ太っ。これはすごいの釣れた。美味しそう。しかもまだ周りで青物暴れてましたからね。よいしょ、釣れたな。最高。荒かジグのフックが弱いっていうよりかは、この青物わらさサイズですけど強すぎましたね。合力スナップ曲げられましたもんね。よし、わあそこで暴れよる。でかこれは太すぎてやばい。ちょいと場所戻そう。流された。よいしょ、ちょっと場所戻しました。しばらくこの辺に滞在してくれることを祈って、さあ2匹目行ってみましょう。釣れるんじゃない？これは。これ大丈夫よね。曲げ直せば大丈夫よね。スナップ、このスナップも一応合力スナップだから、これ確かね30キロとかなんですよね。30キロまで耐えるはずなのに、何でも上がった。あ、よくないかな。ちょっと変えるか。変えましょう。これで次伸ばされたら泣けるもんね。よいしょ。ほらね、これですからね、35キロあるんですよ、これ。さっきスナップ伸ばされた状態でよく上がってきたな。本当に危なかった。ラインが強いからって過信しすぎたというか、そこを考えてなかったですね。というより、破断ってどういうことかな。伸ばされるのが破断ってことじゃないんかな。35キロの力で伸ばされるよってことじゃなくて、ちぎれるってこと？破断強度って。イメージ的にはこれが伸ばされるぐらいならラインが切れると思ったんですけどね。 PE も今日つけてる PE の強度が2号でマックス強度で19キロとかになってたから、合力スナップが伸ばされるのは35キロかと思ってたんで、ゴリゴリやって大丈夫かと思ってたんですけどね。たまたまさあ2匹目釣れますよ。青物が回ってきたんじゃないですか。さっきみたいにパシャパシャなってくれたらね、表面をミノで引いてみるとか、20g のジグパラジグでも投げてみるとかでいいんですけどね。まだ近くにおるかな。いやーよかった、運がいい。釣れたこともそうだし、あの状態で釣り上がってくれたこともそうだし。スナップ結んでる間に青物どっか行ったかもしれないですね。フィーバータイムは一瞬でしたね。水面をバチャバチャやってる青物がいなくなりましたね。とはいえあれだけ太ったワラサが釣れたんで割と満足ではあるから、ここからの1匹はちょっと欲張りな1本狙いって感じですからね。釣れないなら釣れないで、まあそれはしょうがない。釣れれば嬉しい。釣れんね。
さて、水深が 23.4 メートル。割と反応あるよ。小魚か巨大魚の群れか分かりませんけど。お、来た来た来た。お、いや、かかってますが、でかいけど上がってくるな。なんだ。おー、やった、イサキだ。イサキだ、最高。よいしょ。うわ、これはちょっと映したい、映したい。よいしょ。今ね、こんな感じで魚探の反応出てるんですよね。これイサキの群れですね。お、久しぶりにイサキ釣った。おー、やりました。あ、やっぱさっきのイサキポイントいなくなりましたね。たまたまか。アラカジグに変えてよかったな。 150g のライズジグとか激闘レベルではイサキは食ってこなかったかもね。ブリタイムは終わったかもな。終わったというか一瞬でしたね。逆にあの一瞬で、あの一瞬のチャンスでなんとか釣れたから運が良かったですね。そうそう入れ食いにはならないってことですね。イサキもあっという間にいなくなったな。この時期しかしイサキ釣れるんですね。夏のイメージがあった。夏から秋にかけてはね、イサキ結構釣れるんですけど、この時期もこの辺にいるのは知らなかったですね。わあ、この辺にはブリは居ついてくれなかったみたいですね。回遊してったかな、通りすがり。よし、切った。よいしょ。ベイトの反応がやたらあるから、こんな感じでベイトの反応がやたらあるから落としてみたんですけど、なんかでかいのがかかりましたね。水深が14メートル。全然深くないんですけどね。何がかかった？でかいよ。うわ、なんだ。うわ、でかっ。大門旗。よいしょ。やったー。でかいイサキとかかと思った。イサキの群れかなと思って先に通り過ぎる前に魚群を移しとこうと思ったんですけど、ゆっくりやって大丈夫でしたね。魚群を移す必要はあんまりなかったな。よいしょ。うわ、でかっ。めちゃくちゃでかい。よいしょ。いや、すごいでかい。やばい。めちゃくちゃでかい、この大門旗。何センチあるこれ。うわ、美味しそう。わ、これはもう帰って料理だな。デイキャンプしたかったけど料理が重なるしね。これは家でちょっと豪華料理を作りましょう。しかもまたなんかこんな感じで魚探の反応が出てますね。今なんかでかい魚が跳ねたよ。意外とこの水深が15メートルぐらいの浅いところでベイト反応がやたら出ますね。案外この辺の方が釣れるんじゃない？ベイト反応めちゃくちゃあるよ。
よし、今日はこの辺で上がろうかな。大門旗も釣れだし、最初の3時間こそかなり苦戦しましたが、結果大量でしたね。かなり豪華な食事が作れるし楽しみ。美味しく料理しよう。では料理をしていきましょう。まずブリ、体高が相当でかい、立派ですね。2日経ってます。片身はその日のうちに食べました。脂が相当乗っててかなり美味しかったですね。大門旗にイサキ、赤旗、カサゴ、なかなかの高級魚揃いですね。これを使って豪華料理を作りましょう。せっかくなんで。これすごいよ。大門旗だけでいくらなん。さばいていきましょう。さばいていくさばいていくって言うと思ったでしょ。ではさばきます。ではブリって言ってますけど75センチだったんでわらさサイズですね。これの鱗を取ります。すき引きしましょう。身がまだ新鮮だから張りがあってすき引きまだしやすいですね。よし、いいかな。まあ片身でやった割には上手にできたことにしとこう。油のサシが結構入ってます。まずは釜を、ほい。めちゃくちゃ美味しそうな釜ねえ、どうしよう。今日焼く？今日でも食べきれないぐらいの量になるからね。釜は後日焼こう。よいしょ。ほら、この油のサシすごいよ、綺麗。これ味噌汁に入れます。それほど得意ではない皮引きをします。皮目が油でテッカテカ。さあどうだ。綺麗なんじゃない。まあ、ハラミ側も綺麗に取れたし、いい断面。一旦冷蔵庫。他の魚もどんどん柵にしていきます。よし、ではまだまだあるんでどんどんこれさばいていきます。赤旗も完了。赤旗綺麗。実は初めて食べるんですよね。持って帰れるようなでかいサイズは初めて釣ったかな、多分。よし、完了。よし、イサキはさばきやすいね。完了。綺麗な身、美味しそう。バッチリ。これの切り身はちょっとちっちゃめなので血合い骨は引っこ抜きます。血合い骨抜くときは水用意したら楽です。よし、 OK。赤旗終了。
はい、最後黄門旗ですね。この黄門旗でかいね。45センチありましたもんね。赤旗も黄門旗もかなり脂が内臓脂肪乗ってたんで味に期待ができますよ。バッチリ。よし、柵切り完成です。あとは刺身にするだけで終わりですね。じゃあささっと終わらせます。はい、完成しました。すごいよ、美味しそうすぎるね。超豪華カサゴの味噌汁。なんか深さがわからんね。こんな感じ。ラーメンの丼ぐらいあります。美味しそう。そして今日は鍋をします。ブリの刺身。そして今回釣れた高級魚4種盛りですね。黄門旗、イサキ、赤旗。こっちはブリです。美味しそうすぎるね。美味しそう。で、こっちはカマですね。よし、いただいていきましょう。では、いただきます。まずはカサゴ。ブリのアラでも出汁を取ってますからね。あ、めちゃくちゃうまい。うわ、すごい美味しい。血合い部分入れてます。刺身うまい。うまっ。こっちも美味しい。これ食べてみ。味噌汁。うまっ。しみるね。ねえ、しみるね。この脂のりのりのハラミ。いや、すごい。油の甘みでくどいぐらいあるね。美味しい。釣れてすぐ冷やし込んでるからまだ身にザクザク感というか、ね、食感がしっかり残ってて美味しいね。よし、しゃぶしゃぶ食べてみよう。何からいこうか。何からいく？これ。赤旗ね。しゃぶしゃぶ。と一緒に。プリプリ。本当？うん。では黄門旗をいただきますね。ネギも一緒にいただきます。弾力あって甘みもあって美味しいね。刺身でめちゃくちゃ美味しいこのブリを贅沢にしゃぶしゃぶで。うまっ。赤旗いただきます。あ、でも赤旗美味しいね。めちゃくちゃなんかプリプリしとる。そうそう。最後に味噌汁をすすって終わりたいと思います。味噌汁最高。はい、今回もなかなか豪華どころかめちゃくちゃ豪華になりましたね。めちゃくちゃ豪華。やっぱりね、動画にしないってなったらさすがにここまではね、盛り付けたりはしないんですけど、動画をするってなったらちょっと気合が入ってしまうね。でもおかげでこんな豪華な料理になるから美味しいし、気分よく食べれるし最高です。すごい油。本当